今回はダンスが上手いアーティスト7選をご紹介していきます。ハロハロー、どうもクラスです。この動画はあくまでも個人的に厳選した内容、感想になりますので、温かい目で見ていただけたら幸いです。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。レッツゴー。川尻蓮さんは男性アイドルグループ JO1 のメンバーでありパフォーマンスリーダー。グループに所属する前はバックダンサー、ダンス講師として活動していた経歴を持っています。川尻蓮さんのダンスは高いスキルや表現力もさることながら、動きに無駄がなく、足の先から指先に至るまで細かな表現ができるのも魅力の一つでしょう。 JO1 指導の際はダンスに不慣れなメンバーもいたため、一人で全員分の動きを覚え、それを一人一人に伝えたというエピソードがあります。これが結果的に JO1 というグループの成長につながったことは間違いないでしょう。気配りのできる温かい性格の彼だからこそ、繊細で美しいダンスを踊ることができるのかもしれませんね。ラウールさんは男性アイドルグループ SnowMan のメンバーであり、股下96センチという抜群のスタイルでファッションモデルとしても活動しております。ラウールさんのダンスはそのスタイルを生かした画角の広い動きとしなやかさ、そしてどんな曲でも柔軟に対応する器用さも魅力の一つでしょう。実はラウールさん、小学生の時にチームで2年連続世界大会を準優勝するほどの実力者、いわゆるスーパーキッズと言われる存在ですね。このチームを束ねていたのは天才ダンサーのリエハタさんです。現在では振付師、指導者としての印象が強い彼女ですが、2010年レディー・ガガ来日の際、日本人で唯一バックダンサーを務めるなど、プレイヤーとしても輝かしい経歴を持つ素晴らしいダンサーです。そんなスペシャルダンサーの選抜チームに選ばれていたラウールさん、才能は幼き頃からすでに開花していたというわけですね。現在では SnowMan のセンターとして活躍するラウールさん、今後も目が離せません。和製マイケル・ジャクソン、その名が表す通り、ダンス、歌唱力、パフォーマンス全てにおいてハイクオリティ。日本を代表するアーティストはという問いに、彼の名前を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。マイケルをきっかけに音楽を始めた三浦さんは、フォルダーのメンバーとしてデビュー後、三浦大知としてソロに転向し、今現在も活躍されています。マイケルをリスペクトしながらも真似はせず、あくまでも自分のスタイルで努力を惜しまず勝負する三浦さんですが、歴史、ダンススタイルに共通する部分もあります。まずは歴史。グループでデビュー後ソロに転向するという歩みは、マイケルがジャクソン5からソロにという歩みと重なり、決して意図したものではありませんが、不思議な縁を感じます。そしてダンススタイル。三浦さんはダンスを踊る上で動と静の部分をすごく大切にしていると語っています。これはマイケルのスタイルにも共通しており、ムーンウォークやゼログラビティなど、パッと見て分かりやすくすごいもの、動の部分に焦点が当てられがちですが、マイケルの魅力はポージング、静の部分だと個人的には思っています。もちろん三浦さんが語る静とはポージングだけではなく、もっと広い意味での静だと思いますが、三浦さんのダンス界に影響を与えたのは間違いないでしょう。マイケル・ジャクソンという偉大な存在が三浦大知という奇跡を生んでくれたこと、地球に生まれてよかった。平野紫耀さんは男性アイドルグループ King&Prince の元メンバーで、超絶イケメンなのに天然というギャップの神。しかしダンスとなると本当に天然なのかと疑ってしまうほどダイナミックかつセクシーなダンスが特徴で、こういったところもまた彼が人気の理由の一つでしょう。このダイナミックに踊るというのは簡単なことではなく、もう少し深く言うならば、自分の体を理解し最大限に活用しているからこそダイナミックに踊れると言っていいでしょう。また体幹と筋肉がしっかりしているため、緩急も素晴らしく、力強くも色気のあるダンスが見せられるのは、彼が自分の体を理解し、努力と踊る際の力を惜しんでいないからだと思います。もともと King&Prince は王道のアイドル路線としてデビューしたグループですが、その後に路線変更をしたことで、ファンのみならずプロダンサーにも注目される存在になります。私もその一人で、重たい動きをハイクオリティで見せるアイドルグループに衝撃を受けたのを覚えています。常識を覆したグループと言っても過言ではありませんね。
2023年には惜しまれながらも3人が脱退した King&Prince ですが、新生 King&Prince と脱退したメンバー様のさらなる活躍、そして叶うのならばまたいつかフルメンバーで踊る姿を見せていただきたいです。大野智さんは男性アイドルグループ嵐のメンバーでグループリーダー、その他にもアートの世界においてその才能を発揮し、芸術家としての顔も持つ人物です。大野さんのダンスはファンのみならずジャニーズプロダンサーからも圧倒的な評価を受けていて、その魅力は自然体であること。これだけを聞くとピンとこないかもしれませんが、ダンスとは曲に対して体を動かし表現するものです。つまり曲から感じたものを体で体現することで曲とダンスが一つになるということですね。曲をしっかりと聴き、それをダンスで表すという核の部分が本当にしっかりされているので、一体感がとんでもなくすごい。いや、見ている僕たち目線で言うと見ていて気持ちがいいという表現の方が正しいでしょうか。また場数も数えきれないほど経験されているので、どんな場面でも自分のダンスを踊ることができ、いろいろなジャンルに対応することができるのもすごい点の一つでしょう。余談ですが、僕が高校生の頃一緒に踊っていたチームメイトが元ジャニーズの方だったんですが、その方も大野くんが憧れだったと話していました。歌唱力はもちろんダンスが本当にすごいと。あまり見たことがないという方はぜひこの機会に大野智さんのダンスに触れてみてください。木村柾哉さんは INI のメンバーでグループのリーダーも務める人物です。木村さんのダンスの魅力を一言で表すなら正確性。無駄な動きがなく丁寧で綺麗にカットされた美しい宝石を見ているような感覚に陥ります。グループでのデビュー前はキンプリの振付アシスタントやインストラクターなども行っていた木村さんですが、その中にはセブンティーンのバックダンサーを務めた経歴がありました。セブンティーンといえば高いシンクロ率が有名な大人気韓国グループで、バックダンサーにも当然高いレベルのダンスが要求されます。振り付けに忠実であること、細かな調整も必須となるこのポジションを全うしていた経歴から見ても、木村さんのダンスが正確であるということが分かりますよね。また JO1 の川尻蓮さんとは昔からダンサー仲間だったらしく、オーディションを受けるきっかけになったそうです。昔からの仲間が大きなステージに身を移し共に活躍する、胸熱展開すぎませんか？ INI は現在もバリバリに活動中ですので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ソウタさんはボーイズグループ BE:FIRST のメンバーで、グループではメインダンサー兼ラップを主に担当しています。ダンスのインストラクターをしていた母親の影響でダンスを始めたソウタさんは、その才能を遺憾なく発揮し、4度の世界大会優勝、振付師、バックダンサー、インストラクターという輝かしい経歴を携えてオーディションに臨み、見事 BE:FIRST としてデビューすることになります。ソウタさんのダンスを語る上で欠かせないのがヒットの技術。筋肉を一瞬だけ膨張させ体を弾くテクニックをヒットというのですが、とにかくこれが半端じゃない。このヒットを主軸に緩急やポージング、滑らかに踊るなどの派生先も豊富なことから、基礎の部分もしっかりしていることが分かります。また BE:FIRST というグループでのソウタさんの存在は大きく、デビュー当初グループ内にはダンスに不慣れなメンバーもいた中で、ダンスでグループを牽引し、結果的に全体のレベルが上昇。もちろんメンバー一人一人が常に努力したこともありますが、ダンスの面でも他に劣らない確かなものになりました。これはソウタさんに限らずですが、 BE:FIRST というグループは作品を重ねるごとに進化しており、今後の活躍も本当に楽しみです。さていかがだったでしょうか。今回は動画の都合上取り上げることができなかったアーティストさんがまだまだたくさんおりますので、機会があればまたご紹介したいと思います。皆様のおすすめアーティストさんもコメント欄でぜひ教えてくださいね。それでは今回はこの辺で。See you next time.